どうも吉田です。今更ですが、アンバーニック RG552 を手に入れました。アンバーニック最高のスペック、初の Android 搭載機種です。しかし販売まで時間かかりすぎたためか、価格とスペックの見合わなさのためか、評判が良くなく、実際にどうなのか、実用性や品質の面を重視してレビューを進めていきます。ではこんな感じで見ていきたいと思います。いつものように開封から見ていきます。箱はいつも通りのシンプルアンバーニックデザイン。内容物、スペックやボタン各部の説明が書かれています。今回の大きな特徴はやはり大画面、そして Android と Linux のデュアルブート。ただし併用することは難しそうなので、あくまでも選択肢があるといった感じ。販売価格は2万5000円から2万8000円という、中華ゲーム機の中ではトップクラスでの価格。ソックだけ見てみると、値段に対して性能はかなり低いので、価格が発表された後はいわゆる Android スマホと比較して高すぎやしないかとざわざわしてました。同梱物はこちら。RG552 本体に加えて、説明書、保護ガラスフィルム、充電用の USB-C、マイクロ SD と充電器。説明書は英語と中国語での記載です。まず最初に感じた印象としては、でかい。写真で見るよりもかなりでかい。というか、見た目がいつも通りのアンバーニック製ゲーム機なこともあり、RG350 くらいのサイズ感を想像してしまうのかもしれません。相当でかい、スイッチよりは小さいものの、スイッチライトくらいのサイズ感ではないでしょうか。RG550 には厚みが大きいせいで、より大きく感じるっていうのが体感的にありそうです。相変わらず質感の高さには安定感があり、パッと見金属っぽいシェルではありますがプラスチック製です。触ってみるとしっとりとしていて、非常に高級感があります。ビルドクオリティも高く、満足感のあるビジュアルです。画面側には ABXY ボタン、スタートボタン、セレクトボタン、十字キーと左右アナログスティックといったスタンダードなボタン配列です。これまでのボタンとは違い ABXY ボタンに色が付けられていて、ディテールへのこだわりとデザインの差別化を感じます。背面には滑り止めのラバー、間にファンの吸気口があります。吸気口もデザインして作られている感じが好感を持てます。左右側面には音量ボタン、電源ボタンがあり、両方とも少し遊びが大きくガタつきます。ですが個人的にはそういうものかといった感じで、特に気になりません。上側面には R1、R2、充電用 USB-C、USB-C、イヤホンジャック、ミニ HDMI 端子、排気口、L2L1。下側面にはスピーカー、マイクロ SD、リセットボタン、ファンクションキー、マイクロ SD、スピーカーと並んでいます。これまでとは違い大きな機種なので操作感が異なり少し違和感がありましたが、それも最初だけで普通に快適に操作できます。ボタン類は安定のアンバーニッククオリティでした。遊び少なめちょい固めでしっかりと押せる感覚。しかし十字キーが少しご入力されることがあり、押しづらいかなとは思いますが、分解してみましたが基本的にこれまでのアンバーニック製品と同じパーツが使われているようでした。アナログスティックもいつも通り同じものが使われていて、押し込み可能、凹んで低くなっているため使いやすいですが、位置が少し下すぎる気がします。LR ボタンもいつも通りタクトボタンになっています。ファンクションキーはめちゃくちゃ使いづらいです。リセットボタンの横にあるので、間違ってリセットを押してしまう可能性があるのも問題かなと感じます。しかしこのファンクションキーをよく使うのは Linux のデフォルト OS の場合で、ファンクションキーをセレクトボタンに割り当てているカスタムファームウェアもあるようなので、Linux 運用したい方はカスタムファームウェアを導入すると快適に使えるようになるかもしれませんね。画面は非常に良い、タッチパネル対応の大画面で視野角良好、発色や画面輝度も良く、解像度も高いのでどんなゲームでも大画面で綺麗に表示させることができる。この液晶の良さだけでかなり救われた感があります。画面部分は少しくぼんでいて、ガラス保護フィルムを貼ることでシェル部分とフラットになるので、できればガラス保護フィルムを貼ることをお勧めします。これまでの中華ゲーム機はよく画面を押し込むと滲むことがあり液晶の頑丈さに不安がありましたが、今回はそんなことないので安心できます。デフォルトは Android として起動して、TF1 スロットに付属のミクロスドを差し込むことで Linux モードとして起動することができます。Linux Android の切り替えは途中では行うことができず、それぞれマイクロ SD を差し込んでいるか否かで判断されます。Android にはデフォルトで Play Store やいくつかエミュレータなどのアプリがインストールされていて、多少の設定は必要なもののそのまま使うことも可能です。低いスペックの Android にしてはやけにキビキビとしていて、重いアプリなどを使わない限り案外快適です。あと Wi-Fi が搭載されていますが、2.4G フズのみなのでダウンロード速度が非常に遅いし、
技的もないので、そういう使い方をしたい場合は Wi-Fi ドングルを購入しましょう。コントローラー対応のアプリやゲームは通常通り対応しているので、マイクラやその他アクション系のゲームにはかなりマッチしてます。ちなみにマイクラはたまに処理落ちする程度には動きます。色々と試してみましたが 3D ゲームが弱い印象。Google プレイが入っていない場合は手動でアップデートする必要があります。私は入っていましたし、バージョンも最新 1.11 っぽかったんですが、どうやらボタンマッピングができるバージョン 1.13 が出ていたよう。そちらは不安定らしいのですがどうせならと思い試して使っています。こちらの Linux モードはバトセラと呼ばれるもので、いわゆるこれまでの RG351 等と同じようなインターフェースで使うことができるようになります。個人的には、Android アプリが使えなくなるこちらのモードで、わざわざやる必要があるかなと疑問に感じたので、Android をメインで使っています。前評価通りやはり微妙な点が多くて、実際に使ってみても未完成感が強い端末といった印象。しかしめっちゃ使えないというわけではなく、大画面高画質に価値を見出せるのであれば、RG351 の大画面版性能もアップといった感じで使うことができるし、Android として使うとしても重くない Android 用のアプリを遊ぶ端末だと考えればまあ悪くはないです。それこそマイクラ、テラリアなど専用機にしても良いですし、気分次第でバトセラ Linux として運用して気分転換しても良い。質感やボタンなど、いつも通りのアンバニックオリティなので所有欲自体も満たされます。質感で言うと同じくらいのサイズ感の RGB10MAX と比較しても圧倒的な差です。使う人が何を重要視するかによって気に入る気に入らないがすごく分かれる端末で、これまでのような万人受けする端末とは言えない感じです。個人的には金額よりも、ファンレスでもう少し小型軽量化して、Z ポケットゲームの上位互換のような存在になって欲しかったなという気持ち。そして使ってみて思ったんですが、ファンいるのか問題。重ためのゲームをやるとかなり熱を帯びて落ちてしまったりするらしいですが、そもそも原神のような高負荷なゲームは処理落ちがひどく、快適に遊べるとは言えません。となると比較的軽めの 2D ゲームやマインクラフトなどを遊ぶことになりますが、そう考えると、いるのか、ファンってことになります。まずこれをつけたことによるコストアップだし、消費電力も増えるし、ファンがついているのに熱を帯びて落ちてしまうのでは、意味がない。もう少し良いソックを採用してファンレスで使えるようにするのが良かったのではないかと思わざるを得ない。アンバーニックが UMPC を出すという噂もありますし、もしかすると UMPC のテストのための仕様ではないのかと勘ぐったりもしてしまいますね。今のとこなんだかんだで気に入ってはいますが、今後のアンバーニックさんの活躍に期待です。